餃子は小麦粉を原料とした皮で肉、エビ、野菜などで作ったあんを包み、茹でる、焼く、蒸す、揚げるなどを調理した食べ物である。成形後の加熱調理方法の違いによって、水餃子、焼き餃子、蒸し餃子、揚げ餃子などと呼ばれる。歴史は古く、中国の春秋時代の紀元前6世紀頃に山東省で誕生したとされている。遺跡から当時餃子が食べられていた痕跡が見つかっている。敦煌の東大の墳墓では、副葬品として壺に入った餃子が乾燥状態で発見されている。日本と中国の餃子の違い。普及するにつれ、餃子は日本の食生活に合うように、本場中国での食べ方、調理法、味付けとは変わっていった。中国での食し方。主食として食べることが多く、水餃子や蒸し餃子が一般的。焼き餃子は残った餃子を焼いて食べることが多く、ブーオティエと呼ばれる。日本での食し方。焼き餃子が一般的。焼き餃子が普及したのは、主食の米に合うことや、焼いた香ばしい匂いが好まれる傾向にあったことなどから。また、あんの中にニンニクを入れたり、漬けだれにラー油を使うのも、日本独自のスタイル。中国人から見ると、ご飯をおかずにご飯を食べているようなもので、とても奇妙に感じられる。中国で餃子というとあくまで水餃子であり、皮が薄い錦餃子や餃子と一緒にチャーハンや唐揚げを食べる日本風の食べ方は満州発祥という認識も相まって全く受け入れられていない。しかも日本では出来上がった餃子を焼き目の皮を上にして皿に盛るという独自性がある。中国では餃子の上下はあくまで皮と皮をくっつけた皮が上と考える。中国人が日本の餃子を見るとひっくり返っていると見える。日本国内で初めて餃子を食べた人物は江戸時代の徳川光圀とされており、明末新書の動乱で日本へ亡命していた朱雲水が伝えたという。明治時代までにも餃子を出す中華料理店は存在し、料理書でも作り方は紹介されているが、庶民には縁遠い存在であった。しかし、大正末期頃から家庭向けの料理本でも焼き餃子が紹介されるようになり、こうした本が読めるインテリ層の一部では食べられるようになった。日本で一般の日本人が食べられるようになったのは、第二次世界大戦後で、関東軍や満蒙開拓団などの引き上げ者によって広く普及するに至った。米飯が主食の日本では、水餃子ではなく、おかずとして薄めの皮を使用した日本独特の焼き餃子が主流となった。以降、大衆的な日本人向けの中華料理店やラーメン店、また餃子専門店、スーパーマーケットやデパートの惣菜コーナーなどで広く扱われ、家庭の手軽な惣菜として定着している。日本の餃子は日本で独自に進化したもので、焼き餃子が主流である。日本の餃子は薄めの皮を使い、豚ひき肉、キャベツ、ニンニク、ニラを入れるのがポピュラーである。焼き餃子がほとんどだが、揚げ餃子なども好まれている。春巻きに似た形で鉄板焼きにしたものを棒餃子と称したり、特に日本で広まった鉄鍋で焼く餃子を鉄鍋餃子と称したりして出す店がある。家庭での調理もほぼ同様で、底面が平らで円形のフライパンに餃子を並べ、適量の水を加え、蓋をし、適度に蒸し焼きにし、次に蓋を取り、水蒸気を飛ばし、適度な焦げ目をつける。食べ方。日本では、米飯を主食として餃子をおかずとして食べる。タレには醤油、米酢、ラー油を混ぜたものを使う。ご当地餃子。宇都宮餃子。栃木県宇都宮市の餃子は、宇都宮や周辺地域出身の軍人や移住者等が戦後、満州国から引き上げてきた際、満州餃子の製法を持ち込み、広めたのが始まりである。タレは酢だけで食するのが宇都宮スタイルと言われることもあるが、水餃子、揚げ餃子、焼き餃子、スープ餃子など、店舗により様々なスタイルの食べ方が存在する。こうした市内の餃子専門店の中には、市外に支店を進出させている店もあり、餃子ブームは宇都宮市内にとどまらず栃木県内各地への広がりも見せている。浜松餃子。静岡県浜松市は、キャベツをたっぷりと使った甘みが特色で、薄い塩味で軽く茹でたもやしを添える独特のスタイルを持つ。また、タレにこだわった店が多い。同市における焼き餃子の歴史は古く、戦前より大使の中国人が中華料理の一品として、すでに焼き餃子を提供していたことが分かっている。このような歴史により、浜松市内の餃子専門店では、前期のように茹でもやしを添えること、酢醤油などではなく店ごとに秘伝のタレを使用すること、餃子以外のメニューを最小限に留めていることが一般的となっているが、例外もある。浜松市民は餃子で一食とすることが多く、一回の食事を数十個の餃子だけで済ませることが多い。その他にも、全国各地には様々なご当地餃子が存在する。主な外食チェーン店には、餃子の王将、大阪王将、ミンミン、ホワイト餃子店餃子の満州、ベニトラ餃子房などがある。餃子に関するフードテーマパークも存在していて、池袋のなんちゃ餃子スタジアムがある。
J-U-C わらわら。Ha ha!